リザードン EX のポケカを彫金で再現したので、その過程を紹介していきます。この動画は前編で、象眼と石留めの工程のみご紹介します。和彫りと手動の工程は後編でご紹介します。まずは、松ヤニに銅板を取り付けていきます。松ヤニを高温で熱して溶かして、その上に銅板を貼り付けます。側面まで松ヤニで覆わないと、彫っている最中に衝撃で銅板が取れちゃったりするので、ちゃんと側面まで覆っていきます。次は象眼用の溝を彫っていきます。ここで使うのは 0.8mm の剣先タガネという金属用の彫刻刀です。先端を30度と45度の角度で成形した後、側面を削り落として作ってあります。この部分はリザードンの進化前のリザードが描かれているところですね。その額縁部分を今回は象眼で表現していきます。ここは 1.6mm の剣先タガネで溝を彫っていきます。今回の象眼は線象眼という金属の線を溝に埋め込んでいく技法です。線象眼用の溝を彫るときは、象眼する金属線の直径の70から 80% くらいの深さの溝を彫る必要があります。なのでここでは 1.6mm のだいたい 80% の 1.2mm くらいの深さまで溝を彫っていきます。ここは弱点とか逃げ根とか EX ルールが書いてある部分ですね。0.6mm の剣先タガネで溝を彫っていきます。
ここからは埋め込む金属線の焼き生しの工程になります。金属は引き伸ばしたりして加工すると加工効果といって硬くなる性質があるんですけど、その硬くなった金属を熱を加えることで柔らかくする、焼き生すことができます。売られている金属線は、基本加工硬化した状態なので、まずは柔らかくするところから始めます。今回は線象眼の中でも縄目象眼というより線を埋め込む技法を使います。古い刀のつばとかに使われている技法で、そのより線を作っているところです。より線を作るときに加工効果でまた硬くなってしまったので、溝に埋め込む前にもう一度焼き生します。ここからは先ほど掘った溝に打ち出しタガネを使って金属線を埋め込んでいきます。今回は陽白という金属を埋め込んでいきます。陽白は英名ではニッケルシルバーと言われていて、新500円玉の銀色の部分とかに使われている金属です。一般的な象眼では金とか銀を使うんですけど、今回はこの後銅板全体を融点ギリギリの1000度近くまで加熱して赤く色付けする工程があるので、その工程に耐えられる金属ということで陽白を採用しています。ここは 0.8mm の溝に 0.4mm の陽白線のより線を埋め込んでいきます。縄目象眼はより線を作る時の締め具合によっても縄目の見え方が変わってくるので結構面白いです。ここは 0.4mm の陽白線を埋め込んでいきます。めちゃくちゃ細いので慎重に。ここは 0.6mm の陽白線を埋め込んでいきます。個人的にはこれくらいの細さの象眼が一番やりやすいです。焼き生した後、気流酸につけて軽く酸化皮膜を取った状態なので、陽白線がちょっと茶色くなってしまってるんですけど、この後の工程で全体を研磨することで、陽白本来の銀色の光沢が現れます。
ここからは研磨工程になります。両白線を埋め込んだ際に周りの胴の部分も叩いて一緒に埋め込んでいて、その部分がちょっとへこんだ形になっているので、全体がフラットな表面になるまで紙やすりで削っていきます。ここからは文字彫りの工程になります。技名の部分の文字は幅 0.4mm の剣先タガネで彫っていきます。一般的な文字彫りでは毛筆の留め跳ね払いを再現できる毛彫りタガネや片切りタガネを使って彫るんですけど、ポケモンカードの文字は一定の幅を持ったフォントで描かれているので、それを再現できる剣先タガネで彫っていきます。ここからは技の説明文の文字彫りです。今回最も細いタガネを使ったのがこの部分で 0.2mm の剣先タガネで彫っています。このタガネだけは、超光合金のタガネではなく高速度鋼とかハイス鋼と言われる粘りのある金属のタガネを使用しています。超光合金タガネはハイス鋼のタガネに比べて硬いので、摩耗しにくく綺麗な線が彫れるんですが、折れやすいという弱点があります。超光タガネで、0.2mm の剣先タガネも作ってはみたんですが、やはり折れてしまってダメでしたね。2回作り直してダメだったので、ハイス鋼で作り直して彫ってます。
こからは石留めのための穴を開けていきます。今回、属性エネルギーをラウンドカットの宝石で再現しています。最初は 0.5mm 程度の細いドリルでガイドの穴を開けてから徐々に径を大きくしていきます。今回は、ピンバイスと手回しドリルで穴を開けていきます。ここは下穴開けという工程で止める石の直径のだいたい50から 60% くらいの大きさのドリルで貫通した穴を開けます。次に皿もみという工程に入ります。これは下穴が開いているところに石に合った溝を削って石が安定する状態を作る工程です。石を安定させるにはこの溝が浅すぎても深すぎてもダメなので、石を入れて確かめながら慎重に削っていきます。ここはリザードンの弱点属性の水エネルギーの部分で 2mm のタンザナイトという水色の宝石を使用します。前述したように1000度の高温に耐える必要があるので耐熱性の高いタンザナイトを採用しました。青系の宝石は総じて熱に弱く高温にさらすと変色したり退色したりしやすいんですけど、中でもタンザナイトは比較的耐熱性に優れているので今回採用しています。
こは、技に必要な火のエネルギーの部分で 4mm のオレンジ色のキュービックジルコニアを使用しています。赤色の宝石のガーネットやルビーとも迷ったんですけど、背景の赤く色付けされた手動に溶け込んでしまうのを避けるためにオレンジ色のキュービックジルコニアを採用しました。この石止めは殺し止めやフラッシュセッティングと呼ばれる技法で、石が入っている穴の縁を金属のヘラで石を押しつぶすようにして周りの地金を寄せて止める方法です。タガネで爪を立ててその爪で石を止める手法もあるんですけど、今回はエネルギーのデザイン的に爪がない方がマッチしてると思ったので殺し止めで止めていきます。最後にリザードン自体の属性を表す火のエネルギーの部分ですね。ここも 5mm のオレンジ色のキュービックジルコニアを使用しています。前編の動画はここまでになります。まだ長金1年目で勉強中の身なので、
動画中で喋った情報っぽい内容は参考程度に捉えていただけるとありがたいです。後編ではウィザードン自体の彫りと銅を赤く色付けした手動の工程をご紹介する予定です。最後まで見ていただきありがとうございました。